ということで今日は今まで幸せ幸せみたいな動画を作りすぎてしまってここらで一発切り込んでいきたいなと思っていやそうだ幸せは幸せなんだけどちょっと飽きたじゃん幸せにもYouTube っていうのは人なりをどれだけ出せるかっていうところがすごい勝負らしいから私もねちょっと珍しい環境に育ったから、いっぱい話せることあるわけよ。まあそっちも珍しいけどねまだまだ掘り下げられるなと思う。原点に戻るっていう意味で私たちの紹介をしたいと思います。私の旦那さんは聞こえなくて、ご両親も聞こえなくて、なんていうの、デフファミリー？デフデフっていうの？F か。D か。なるほど。デフファミリーね。全員いい人じゃん。なんかこれがそのまま増えてるみたいな感じだよね。前はさ、発音の仕方みたいなの言ってたけど、少しでも聞こえるならあれだけど、でも全く聞こえないからこれやってもあんまり意味がないってこと。私手話を教わったある先生が手話だけで全部通じる 100% 通じる先生がいて、私も教わった方だから分かりやすい先生とその先生とぶっちゃけ分かりにくい先生いたもんね。でも分かりにくい先生の方が勉強にはなるんだよね。すごいよね。なんか臆せず手話使ってるからパーって、それで向こうもオッケーとか言って、しかもそれ1回とかじゃないからね、100% だからね。すごいよね。まあいいや、ちょっと話それちゃってごめんねなんだっけ、発音ってまあ便利だね。そんなにうまくないんだよね発音下手だと思う。だけど手話だけだと私も読み取れないことが多くて 60% ぐらいになっちゃうからマスクしてると本当に分かんなくて。でもさ、それ逆もだよね。私がマスクしてると分かんないよね。私省いてるからね手話。やってみようか今から私の父親は実は聞こえないあの方なんかその聞こえない親から生まれた子供こうだっていうらしいじゃない。こうだね、こうだってあんまり胸張って自分はこうだって言えない。手話ができないじゃん父親は。指文字もできないしね。そう、私はねやっぱ使うじゃん。ここで使ってるから使うけど通じないよね、ほとんど。何回もって聞かれて、私もなんか手話に頼っちゃってるからこれじゃ分かんないのかっていうのが多い。いやだから表現力父親知ってるよね。すごくて関係ないのよね。言葉が通じないとか通じるとか関係ない人で、だってもう18歳の時に海外ヒッチハイクで行っちゃって、そうすごくない？てか耳聞こえない
っていうのはどうでもいいわけよ。あっち行っちゃえばもうだって言葉が通じないから。そうなんか一番初めにフランスに行って10万円持ってたんだけど全部すられちゃってそれで帰れなくなっちゃってフランスでなんかレストランの前でお腹すいたって言ってこうやって見てたらお店の人が食べ物くれてでなんかそこで働かせてもらってみたいなことを言ってたけどそれもさ通じないしそれすごいよね。何なのあの能力。仮に聞こえたとしたってフランス行っちゃって分かんないわけよ。結局聞こえたってだからもう関係ないのよね彼にはそういうの一切。母親代わりだとおばあちゃんも完全に死んだと思ったらしくて海外行っちゃって全然連絡が来ないから絶対に死んだと思ったらしいの。そう。ない3ヶ月後ぐらいにある国の人が手紙が届いたの。であなたの息子は素晴らしい人だって言って書いてあるけど分かんないのでそれを私のお母さんが誰かこれ読める人って探してフランス語だかなんだか分かんないとにかくいろんな国から手紙が届いたって中学生まで自分の父親が誰だかも分かんない状態で育ったの。そう母親はもともといなくて1歳の時に家を出たとか私を連れてったみたいなんだけど着物したんだよね。母親は悪い母親だみたいな風に言われて育ったんだけど分かんないね。いやだから探す企画はやりたいねYouTube でもういいでしょだって別にさもう70代でしょ生きてんじゃない。私の環境がすごすぎてその何から話していいんだか分かんないんだけどなんで中学になるまで自分の父親が誰かって分からないって不思議だと思わない。まず私のお母さんつまり私のおばあちゃんは私のお母さんだと思い込んでた。整理しよう整理しよいや炊いたお母さん代わりお母さんと思い込んでた。本当のお母さんだと思い込んでて信じて疑わなかった。父も住んでたんだけどあんまり家にいなくてたまに家にいる感じだったマジで今落ち着いてるそうだから家にほとんどいなくているとおうみたいな感じでお母さんが日本舞踊の先生をしてて弟子みたいなのがいっぱいいたんよ家の中に。であとお手伝いさんもいて常に家の中で10人ぐらいの人がわちゃ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 して時々不思議だったよ。一応パパって呼ばせられてたの。なんでパパって呼ばせるんだろうなっていうのは思ったことは何回かね。だけどまずお母さんがすごい年取ってるからまあ代わりなんだろうなみたいな感じだった。それでね中学生の時に高校に進学するっていう時に戸籍のなんかを取り寄せなきゃいけなかったのよ。見てたの。だからそれを見たお母さんが「あなた見たのね」みたいなこと言ってたの。本当にマジで覚えてるんだけど「うん見た」って言って本当のね母親の名前と父親の名前が書いてあるわけよ。だけど私見ても別にもう何にも頭に入ってこなかったから見たから見たって言っただけであってそしたら話し始めて「あなたが1歳の時に」とか言って「ああ」みたいな「あなたのパパはあの人よ」みたいな頭おかしいでしょはっつって私はおばあちゃんなんだよみたいなこと言ってて衝撃を受けた。あお母さんじゃないのみたいな
いつか私が言うと思ってたんだって。この家族の構成がおかしいって気づいて、なんか言うと思ったらそれ待ってたんだけど、中学3年になってもまだ言ってこないから、今見てるから、あ、やっと分かったのね。分かってないのよ、その時に。その時に初めて、あの人が父親なのとか思ってびっくりしたわ。そんなことある？もう一個理由があった。そういうことを考える余裕がなかった。私の家庭環境が悪くて、父親の弟、つまり私のおじさんがすごく悪い人で、ピー入れるから大丈夫なんだけど、ピーをねそうよね、やってる人だったのよ。それで夜中になるとね、ガラスを割って家入ってきて、でお母さんにお金をせびるわけよ。そんな家庭で育ってた私も怯えて生きてたわけ。怖くて怖くて、悲しいエピソードがあるんだけど、すごい大事にしてたぬいぐるみを破って、その中にこれを隠してで、お前絶対に言うなよって言われて、私その時まだ小さかったからもう怖くなっちゃって、で大好きだった人形がもう触れなくなっちゃってっていうような家庭で育ったわけ。それでもう逃げたくてすごい辛かったの、それが。それはなかったんだけれど、でもやばかった。死んじゃうと思って、その包丁がしまってある、そうそう、あれをガムテープでいっぱい貼って、それをお母さんは怒った、私を。その瞬間、私一番じゃないんだって思って、まあ嫌だったんじゃない？多分そんなことする子じゃないよっていうのを多分思い込みたかったんだと思う。一回ガソリンみたいなの巻かれたことがあったから、マジ家の周りやばいと思う。本当にギリギリだったと思う。いないよ家にいないから。てかいることの方が少なかったから、もういやちょっと話それちゃうけど、まあそういう家庭で育ったからこうだって言いにくいね。でも早く家を出たかったし、早く安心して過ごしたかった。30歳まで夢を見てた。子供の時の自分の感情とか、夜中夢見て泣いて目覚めて、30歳超えたら足りなくなって、私の戦いは終わったんだなって30歳の時思った。他にもエピソードいっぱいあるんだよ、やばいやつ。今なんか簡単に話したけど、でもそういう経験があったからこそ器が私すごいでかいと思うんだよね。何聞いても平気というか、何でも受け入れられるって平気？それで何？なんかある？落とし方。そういうエピソード聞いてさ、なんか思うことある？あ、そうなんだ。じゃあ今日はわかりました。